皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。皆さんはヤンデレってどう思いますか？あかりさんみたいな人ですね。私は怖くてお近づきにはなりたくないですけどね。あかりさんが嫌ってわけじゃないですよ。ヤンデレを再発しないでしょうし。ナロー系のヤンデレはたとえ異世界へ逃げたとしても追いかけてきますから恐ろしいことですよね。そのバイタリティはどこから来るんでしょうか？気になるところです。今回のレビューはヤンデレって怖いなぁと思った作品です。タイトルはこちらです。箱庭の薬術師、神様に愛され女子の異世界生活です。作者はふにちゃん様です。一巻を読んだまではよくあるナロー系といった感じでしたね。しかし今後物語が進んでいけば面白くなりそうな予感はする作品に思いました。それではあらすじを言っていこうと思います。これよりネタバレを含みますので嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックをしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは箱庭の薬術師の内容はこちらです。妹が原因不明の病にかかり手術を受けている最中、姉である主人公楠木ひなみは神様に妹が助かるように願いました。するとその声に応え神様がある条件と引き換えに妹の病気を治してやろうと提案してきました。その提案を即座に受け入れ妹の病気は無事に完治。ひなみは提示された条件をのみ全てを神様に捧げることになり神様のおもちゃとなってしまいました。おもちゃとして異世界へ行きポイントを稼いでくるようにと伝命を受けました。ポイントとは異世界で何か行動をするたびにもらえるもののようです。ただポイントを貢ぐだけではなくポイント交換という形で還元されるので安心。なぜポイントを集めているのかは謎です。異世界に旅立つ前にステータスを確認すると平均以下の数値だったので21歳から15歳に若返らせてその間の経験をステータスに反映させました。そして異世界へ永久出張。ひなみを飛ばした後に神様がぼそりとやっとひな早く強くなって僕とずっと一緒にいてね。ひなみが異世界へ無事たどり着き神様からもらった手紙を読むと外には魔物がいるけど家の周りには入ってこれないから安心して。交換日記があるから毎日の出来事を僕に教えて。いつでもひなみを見守っているからね。というようなことが書かれていました。そこから一人きりで生活をしていたある日、護衛をつけたお嬢様っぽい人たちを助けました。家でのんびりとしているとどうやって探知したのかお嬢様の兄がドラゴンに乗って迎えに来てくれました。その兄が花壇に生えている薬草を見てびっくり。薬草は自生しているものしか取れず栽培はできないものだと言われていました。私何かやっちゃいましたを自然とやってしまったことにより優秀な薬術師と勘違いされました。ドラゴンに乗って一緒に町に行き屋敷に招待され専属の薬術師にならないかと勧誘されます。専属は無理だと断り代わりに大量に作ったポーションを売り渡しました。そのお金でジュドレイという奴隷の少年イクルを買い無事に家に帰りました。その日の交換日記にて神様がひなが男のジュドレイを契約するなんて嫉妬しちゃうな。彼に肩入れしたらお仕置きだから冗談だけどねと残して机で寝ていたひなみをベッドまで運び毛布をかけていました。ひなみはイクルからジュドレイのジュについて聞いたところその昔女神レツリールが大切にしていた宝石花というものを何者かに盗まれてしまい女神様は悲しみで涙が止まらなくなり世界が流され女神様はどこかへ消えてしまいました。その後宝石花を盗んだ人たちの胸には花の紋章が刻まれるようになりました。その紋章は子々孫々受け継がれジュドレイとなるようです。そしてひなみはイクルに自分が異世界から来たこと神様のおもちゃになったことを打ち明けましたという内容でした。
疑問点はいくつかありますが、全体的には面白い作品でした。ここが面白いという具体的な部分はさほどないのですが、物語全体として興味が惹かれる感じの面白さです。ヤンデレ神様に見初められた主人公、消えた女神様、ジュドレイという奴隷の存在、気になる謎が多めです。面白いというか可愛いと思った部分なのですが、中身21歳の少女が毎回万歳をしながら、サンクチュアリー、サンクチュアリーと呪文を唱えている部分がすごくキュンときました。あとは、まだ見た目幼い少女がヤバめな森の中で一人暮らしをしていることに誰も突っ込まず、安易にいい子しなかったというのが私的に良かったですね。他の作品だったら、熱心にお世話されたり、お胸を押し付けられてましたよ。良い部分はそんな感じです。細かいことはもう突っ込まなくてもいいですかね。21歳まで生きてきた結果のステータスがあの数値なのに、15歳まで戻した分の数値を足しても倍以上にはならないでしょ、とかありますよ。そもそも15歳にしたはずなのに、最後のコマで、楠木ひなみ13歳って書いてあるのはどういうこととか。でもこの話で重要なのは、ヤンデレ神様ですからね。神様のヤンデレ具合、伝わったでしょうか？いつでもひなみを監視しているのに、ひなみの文字を見たいから交換日記なんてしてるんですよきっと。イクルはずっとそばにいますが、消されないかしら？大丈夫かしら？神様がヤンデレ化してしまったらもはやどうしようもないですよね。簡単に異世界から連れてきたり、能力を与えたり。死んでも魂は掴んで離さないでしょうね。地獄じゃん。そんな神様とひなみの関係性は何なのか気になりましたね。少し考察してみました。イクルと契約する際に互いの小指の周りに花の紋章が刻まれたんです。普通は1本線が入る程度なんですって。ただの契約の証だからどんな形でも関係ないと思うんですが、主人公ですからね。ひなみは女神様の生まれ変わりとか魂を持っているんじゃないのかなと。だから自分の大切なものを盗んだ者の子孫と強く共鳴したんじゃないかしら。そう考えると神様のヤンデレ気質も分かってくるんじゃないかしら。神様は女神様の側近とか親しかった人物とかだとすると、長いこと女神様を追い求めていたらそれはヤンデレ化しちゃいますよねと納得な感じです。しかしわからないのがジュドレイの扱いなんですよね。手足を拘束したり檻に入れられたり、呪いがあるというだけで奴隷のような扱いを受けてしまうのはおかしくない？しかも子々孫々紋章が受け継がれるということはずっと奴隷階級なままですよね。5年間奴隷契約を結べば呪いから解放されるんですが、数百年続いてきても一向にいなくならないということは、本人の呪いが解けても子供には受け継がれるタイプなんでしょう。結構重要そうなジュドレイという存在がどのようなものなのかがいまいちわからないのがもやります。奴隷と言っても人間の奴隷ではなく女神様の奴隷ですよね。これってどうして人間同士で奴隷契約なんて結べるのかしら。これが罰ということでしょうか。この先もっと具体的に明かされていくような謎の気がするので楽しみに待っておきましょう。今回のレビューはいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回レビューしたい作品がありましたらお会いいたしましょう。